今日はホンダの CL250 に試乗しています。今日の試乗コースですが、これからいつもの峠道を走ってこのモデルの基本的な乗り味を確認し、そして時間があればこういったモデルですからフラットダートを走行、最後に高速道路に戻ってこのモデルのライディングポジションや高速巡航性能、装備品、良かった点、ちょっと気になった点などまとめをコメントしていきたいと思います。ですのでこの試乗インプレも前編後編の2本の動画になると思います。2本通して見ていただくことでこのモデルについてはおおむね理解してもらえると思うので、ぜひご覧ください。それでは今回改めて試乗したホンダ CL250 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2175mm、全幅は 830mm、全高は 1135mm、ホイールベースは 1485mm、最低地上高は 165mm、シート高は 790mm、車両重量は 172kg、タイヤサイズはフロントが 1108019 インチ、リアが 1507017 インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 単気筒、ボアストロークは 76mm×55mm、総排気量は 249cc、圧縮比は 10.7 で最高出力は24馬力8500回転、最大トルクは23ニュートンメーター6250回転となっています。低回転域でのトルク、高回転域までよどみなく吹け上がるスムーズなフィーリング、アシスト&スリッパークラッチを採用したことによる軽快なシフト操作がこのエンジンの大きな魅力と言えるでしょう。エキゾーストパイプ、サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。特にサイレンサーはこのモデルのキャラクターに大きな影響を及ぼしており、それについては前編後編にわたって詳しくコメントしています。メインフレームの主要部分はレベルシリーズと共有しています。またシートレール、サブフレームもレベルシリーズと外観は似ていますが、こちらは全くの新作です。レベルシリーズではクルーザーらしいデザインと自然なハンドリングを両立するため、フロントフォークとステアリングシャフトの間に2度のオフセット角がありましたが、このモデルではそれはありません。フロントサスペンションは 41mm 系のインナーチューブを持つ成立タイプのテレスコピックフロントフォーク。リアサスペンションはプリロード調節可能なオーソドックスなツインショックと円形の断面を持つスイングアームの組み合わせとなっています。スイングアームはピボット部に向けて内側に追い込まれているほか、ショックアブソーバーはバンプラバーが上、ダンパーが下という構成になっているのが特徴的な部分と言えるでしょう。フロントブレーキは日清製片押しタイプワンポットキャリパーと 310mm 系のローターを組み合わせたセミフローティングタイプのシングルディスクブレーキ、リアも同じく日清製片押しタイプワンポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。ハンドルバーはやや幅広で、左右のスイッチボックスはホンダの最も一般的なタイプを採用。左右のレバーもシンプルそのもので、角度調節のアジャスターダイヤルなどは装備していません。メーターパネルはやや小型な反転液晶タイプ。タコメーターはありませんが、ギアポジションインジケーターや燃費計、トリップ A、B など必要最小限な機能は持っています。サイレンサーとともにこのモデルのデザイン上のアイコンとなっている燃料タンクの形状はご覧の通りとなっています。タンク両サイドにニーパッドを備えるほか、給油口はヒンジ付きのエアプレーンタイプを採用しています。燃料タンクの容量は12リットルとなっています。メインスイッチはタンク下左側、ハンドルロックはステアリングシャフトの下右側に位置しています。左右のステップ、ペダル形状はご覧の通りです。快適性を向上させるために左右のステップには中空タイプのラバーを装着しています。シート形状は薄くフラット、やや幅広で、ライダーズシートのタックロールが外観上のアクセントとなっています。シート下にスペースはほとんど残されていませんが、タンデムシート下側に ETC 車載機用と思われるスペースが確保されています。透過機類はウインカーを含め全て LED を採用しています。それではいつもの峠道を走ってみます。ここ最近やっていますが、ここは徐々に登っている本当に緩やかな上り坂なんですけれども、
ここで今4速なんですが、あえて6速にシフトアップしてエンジンの低回転域、負荷の高い領域での粘りなどを確認してみたいと思います。はい、今6速にシフトアップしました。で速度は40キロ、もうちょっと落とせそうですね。緩やかに上っているんですが、30キロ台後半であればエンジンはぐずることもなくトントンとリズムを刻みながら快調に回っているといった感じ。このエンジンは基本的にはスポーティーなものだと思いますが、こういった実用域、低回転域での粘りもやはり十分であると思います。はい、今また4速にシフトダウンしてきました。4速5速あたりに入れておけば、こういった緩やかな上り坂であればシフト操作も相当サボれるといった印象です。この状態からスロットルを開けていけば、このモデルはタコメーターがないので回転数は分かりませんが、エンジンはスムーズに回転上昇して、こういった峠道を楽々走れるといった感じです。ここ最近このエンジンを搭載したホンダ車に乗ることが多くて、それゆえですね、正確ではないかもしれませんが、ある程度自分でも比較はできるなと思っているんですが、ちょっと不思議なことがあります。例えば CRF250L ラリーなどはこのようにパッと開けると、もうちょっとスロットルの突きが鋭かった、ババッと前に元気よく勢いよく出ていくといった感じだったんですが、このモデルはスロットル前閉状態からパッと開けても比較的おっとりとしている、トトトトトという小気味いい振動とともに徐々に回転上昇していくといった感じ。スロットルを閉じた時も少し回転落ちがズーンとゆっくりしているような、そんな印象になっています。発表試乗会の時の試乗レビューでコメントした通り、このモデルのカムシャフトというのは CRF250L と共通ということなので、平たく言ってしまえばエンジンは全く同じということが言えると思うのですが、こういったフィーリングの違いが発生しているというのはちょっと面白いなと思います。かつて別のモデルでホンダの技術者の方が言っていたのですが、同じエンジンであっても給排気系を変えることによって相当フィーリングは変えられるという話があり、もしかしたらこのモデルもそういった技術が生かされているのかもしれません。それではここから本格的な上り坂なので、少しエンジンの音を聞かせしたいと思います。今4速、今3速です。ちょっと 250cc らしからぬ本当にいい音、歯切れのいいとても良い音だと思います。そしてあえて6速トップギアのエンジン負荷の高い時の音、この音もいいですね。もうすでに本格的な上り坂が始まっていますが、4速ぐらいに入れておけば、私としてはエンジンのパワー、トルクともに不満はないレベルにあると思います。もちろん排気量が排気量なのでスポーティーなエンジンとはいえ速くはありませんけれども、ツーリングであればもうこれで十分といった感じがします。ここからさらに上り坂がきつくなるので、今3速に入れました。3速に入れておけばこんな感じで結構上っていても加減速は自由自在といった感じ。試乗会の時は市街地の走行ということでエンジンもあまり回せなかったのですが、こうしてエンジンが回せる状況で走ってみると、確か川崎の海底トンネルを走る前に私はエンジンはスムーズだとコメントしましたが、スムーズというよりもむしろ結構パルス感が豊かなエンジンだなということで、印象がガラッと変わってしまいました。この排気音のリズムに合わせてドドドドドっていう結構明確な
振動がライダーに伝わってきます。エンジンのフィーリングはとても楽しいです。ここ最近のモデルはだんだんそうなってきているのかもしれませんが、前閉状態からパッと全開状態まで一切握り返すことなく移行することができるようになっています。この辺りも峠道の走りやすさにつながっているのではないでしょうか。これだけ小気味いいエンジンだと、やはりメーターパネルには回転数の表示、タコメーターが欲しいなと思います。そしてここからは峠道の下り、こちらは道が荒れているのですが、車体に関しては後でコメントしたいと思いますが、前後の足回りもとてもいいと思います。エンジンの話に戻りますが、このモデルのトランスミッション、私はこのエンジンのキャラクターにぴったりと合っているなと思います。もちろんモデルごとにトランスミッションのギア比を変えるようなコストがかかることはしていないとは思いますが、特にこのモデルには私は合っているような気がします。とても走りやすい。今スロットルを閉じてエンジンのバックトルク、エンジンブレーキが若干効いた状態なんですが、こういった時もとてもスムーズで、しかもこの開けてる時はもちろん、閉じた時もその先ほど言った小気味トトトトトというパルス感がずっと続いているというのがいいところだと思います。エンジンの振動は今私が両手で握っているこのグリップのあたり、そしてシート、ニーグリップしているあたりからもかなり伝わってきているという感じです。なのでスムーズな乗り心地、乗り味が好きだという方はエンジンの振動が伝わりすぎと感じるかもしれません。私はこれぐらいで十分楽しめるというか、むしろこういう方が好みではあります。これ2速、アシスト&スリッパークラッチが入っているので、クラッチレバーの操作はとても軽快に楽にすることができます。このクラッチレバーの操作感であれば、女性の方も全く苦労することなく操れると思います。先ほど言ったエンジンの粘りがあるので、こういったぐるっと回り込むコーナーが2つつながっている S 字のようなところも、あえてシフト操作せずとも気持ちよく曲がれるといった感じです。それにしてもエンジンが回せる状況になると、こんなにも印象が変わるとは思ってもいませんでした。確か試乗会の時のレビューで、私はエンジン自体はとてもスムーズで、主にこの排気音によってエンジンの鼓動感、パルス感を演出していて、その部分がうまいとコメントしましたが、ちょっとそれに関しては撤回させていただきたいなと思っています。改めて乗ってみると、このエンジンはこのパルス感、とても豊かだと感じます。それでは U ターンしてみます。車体は 250cc のバイクとしてはそれほど小柄というわけではなく、むしろ車格は結構大きい方だなと思うんですが、くるっと小回りすることができました。またアシスト&スリッパークラッチが入っているのと、リアブレーキが操作しやすかったので、先ほどフルロックまでハンドルを切ったわけではありませんが、路肩のラインを割り込まずに U ターンすることができました。ああいった小技は決めやすいバイクではないかと思います。あとあのようなシーンでもやはりエンジンの低回転域での意外なほどの粘り、それが役立つのではないかと思います。主にこの車体についてコメントしていきたいと思いますが、このモデルの安定感はすごいなと思います。今ちょっとカメラを映ったかもしれませんけれども、具体的に言うと、このモデルが搭載しているエンジンというのは単気筒エンジン、4バルブ DOHC ヘッドを持つ水冷エンジンということで、かつては重たいとか大きいとかいろいろ言われていましたが、そうは言ってもシングルなので、
このエンジンのクランクなどが回転することによって発生する安定成分というのは比較的少ないと私は感じています。なのに車体の方はビシッと安定していて、これはどこから来るのかというと、私はやはりこのモデルが採用している19インチのホイールとタイヤ、これが大きく貢献しているのではないかと感じています。タイヤのボリュームもかなりある方だと思っていて、おそらくこのホイールとタイヤ、そこそこ重量があるのではないかと感じています。で、そういったタイヤとホイールがぐるぐると高速で回転することによって発生するコマのような効果、いわゆるジャイロ効果が強くフロント周りに発生しているので、こうして走っていると、この車両の安定成分というのはこのフロントタイヤがもたらしている部分が支配的だなと思います。もちろんバイクなので駆動輪は後輪、安定性を主にもたらしているのは後輪であることは間違いないとは思うのですが、こうして走らせてみるとフロント周りからの強い安定性を感じて、この辺りはなんとなくオフロード車のようなフィーリングでもあります。ただそうは言っても21インチホイールを持つ CRF250L などと比べるとこうグラーンと倒れていく、ゆっくりと倒れていくというようなフィーリングはやや薄くなっていて、この辺りはやはり19インチらしいところだなと思います。こうして荒れた路面の峠道を走っていても車体の方は一切安定性を崩すことなく、また19インチホイールなので大小さまざまなギャップを乗り越える力がやはり17インチと比べると相当大きく乗り心地も優秀だなと思います。軽快でスポーティーというのとはちょっと世界が違いますが、私はこれだけフロント周りが安定していればむしろライダーとしては積極的に走れるのではないかと思って肯定的に捉えています。ただ一点注意すべき点もあって、このモデルはそれだけ強固なというか頼りがいのあるフロント周りの安定感があるわけですが、ハンドルバーの幅がやや広めなので、ハンドルバーグリップに対して下手な入力をしてしまうとフロントタイヤが安定しているだけに車体側に不安定な挙動が出やすいので、その点は注意が必要かなと思います。このモデルに乗る場合はもうフロント周り、特にフロントタイヤは安定しているんだということを信じて、このハンドルバーグリップには余計な力を与えずに、曲がりたい時とかは必ずこのニーグリップしているあたりとか、このくるぶしのあたり、ホールドしているあたり、あとシート、そういった車体関連から入力していく方が良いかと思います。そうすればこの先もコーナーがありますが、このようにぐるっと回り込むコーナーもちょっとこの安定性に関しては 250cc らしからぬと言っていいと思いますが、本当に頼もしい安定感で楽しくこういった峠道を走行することができると思います。これぐらいの速度だと車体剛性云々についてはコメントできないのですが、私はこの車体はかなりしっかりしているなと思います。不安定な挙動も先ほどのようなことをしなければ出ないですし、とてもいいと思います。ブレーキはどうでしょうか。はい、もう一回やってみます。先ほどからコメントしている通り、私はこのモデルは19インチホイールをフロントに採用しているので、ブレーキの利きはもうちょっと穏やかかなと思ったんですが、結構頼もしい制動力が立ち上がってくるのが分かります。もちろんスーパースポーツのように軽くレバーを引いただけでもオートマチックに制動力がぐーっと高まってくるようなことはなく、あくまでもロードスポーツとして好ましい範囲の効き方にはなっていますけれども、私がイメージしていたよりはフロントのブレーキもよく効くといった印象です。レバーのタッチとしては比較的固めというかしっかりした握り応えのあるタイプで、このようにレバーを引いていくとある程度押し返してくるような、そんなちょっと強めの反発力も感じます。これは発表試乗会の時の第一印象でもコメントしましたが、このモデルは前後の足回りは
かなりしなやかで、特にフロントに関してはそのフロントフォークの沈み込みの初期の動きがこう素早いというか、スッと入ってくれるんですよね。ですので乗り始めはもしかしたらフロントフォークが沈み込む分、ブレーキの効き方も穏やかというかダルに感じるかもしれませんが、こうして改めて乗ってみると決してそんなことはなく、あくまでもそれはフロントフォークがこう比較的多めに沈むことに起因しているのではないかと思います。リアブレーキはどうでしょうか。はい、リアブレーキは強くもなく弱くもなくといった感じで使いやすいと思います。今ちょっと引きずっているんですが、このようにちょっと強めに引きずっているとき、こういった時のコントロール性もいいですし、コーナーを抜けてこうスーッとリリースしていくような時のフィーリングもなかなか良いとは思います。あとそんなに効きすぎるという感じでもないので、もしかしたらこのリアブレーキはフラットダートを走行するときには大きな武器になるかもしれません。あと今日私は撮影機材の関係でいつも通りタンデムシート部分に中型のシートバッグを装着していて、そこに 7,8 キロの撮影機材が入っているんですが、もしかしたらそれも影響しているのかもしれませんが、確か発表試乗会の時のショートレビューで私はフロントはこう特にその沈み込みの初期の動きがソフトでいいと言いましたが、それに対してリアはややしっかりしているとコメントしましたけれども、こうして乗ってみるとリアもそれなりにしなやかに、しかもストローク量も結構あるなという感じもしていて、ここも試乗会の時と印象が大きく変わった部分ではあります。ギャップを乗り越える力の高いフロントの19インチホイール、そしてしなやかに動くフロントフォーク、さらにこれまたよく動いてくれていると思えるリアのショックアブソーバーによって全体的に乗り心地は良好だなと思います。ということでホンダ CL250 でいつもの峠道を走って、その基本的な乗り味を確認してみました。それでは。